これ閉めたら私ノマドやめてもいいよ。サワディーカー、オリアンチョのゴブです。今回はタイに1ヶ月滞在した時の生活費をご紹介します。我慢しすぎず、でも贅沢はせず、コスパ命。そんなノマド夫婦2人の生活費です。タイでのノマドや移住を考えている方の参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。まずは宿代。プール、ジム、24時間監視員付きのコンドミニアムで1ヶ月35,000円。Airbnb で予約しました。追加でこの宿は使った分だけ電気代を支払う契約だったので、別途2,400円払いました。だから合計37,400円ですね。バンコクの中心から少し離れているので渋滞もなく、夜も静かでした。隣に食堂があったので毎日お昼ご飯はそこで食べていましたよ。さらにセブンイレブンとタピオカ屋さんも近所にあったのでとっても便利でした。続いては食費。1ヶ月で26,000円でした。そのうち外食は7,000円で酒代が5,700円です。外食は1人45バーツ、日本円で163円くらいなので、まあそんなもんですよね。あとは水道水が飲めないので毎日6リットルの水を40バーツで買っていました。だから1ヶ月で4,400円くらいです。基本的に平日の昼ご飯は外で食べ、その他は家で食べていました。ちなみに朝ごはんはパンです。タイは仏教国なので豚肉も安く手に入りましたよ。あと魚も安かったです。続いては観光費です。バンコクの観光地を回った時にかかった費用が2人で1,500円くらいでした。最後にその他が1万円。その他に含まれているのがトイレットペーパーや洗剤などの日用品とバス代、そして病院代などです。スーパーへ行くのに毎回バスを使っていたので、買い物へ行くたびに2人で往復40バーツ、約145円かかりました。あとは2人とも風邪をひいたり、虫にやられたりして病院や薬にお世話になったので、その金額も入っています。そしてタイでの1ヶ月の生活費合計は74,900円です。単純に2で割ると1人当たり37,450円なので約4万円弱ですね。毎日のようにお酒を飲んだし、お肉も惜しみなく買っていたので、まあ納得の金額です。ちょっと使いすぎたので次から少し節約しようと思います。ちなみに以前ご紹介したバリでの生活費との比較はこんな感じ。宿はタイの方が安いですが、お酒を飲んだ分食費はタイの方が高くなっていますね。それでは前回同様生活費以外にかかるお金もご紹介します。まずは渡航費です。私たちはバリからタイに来たので渡航費は2人で26,000円でした。航空会社はエアアジアです。そしてタイからマレーシアへ渡ったので、その時の渡航費が2人で16,000円。こちらはマリンドエアです。格安航空なのに機内で映画が見れて驚きでした。そして前回と被りますが、海外で使える医療保険に加入しているので、その金額が2人で1ヶ月あたり8,000円です。以上、タイでの生活費紹介でした。どこかの誰かのお役に立てれば幸いです。今後も海外生活の動画を上げていくので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではバイバイ。